2026年、角田裕樹選手は新たな挑戦に臨みます。彼が務めるのはリザーブ兼テストドライバー。一見すると表舞台から離れるように見えますが、実はチームにとって欠かせない重要な役割なのです。リザーブドライバー編。まずリザーブドライバーとは何か。これはレースに出場する正規ドライバーに万が一の事態が起きた時、代わりに出走する責任を担う存在です。体調不良や予期せぬトラブル、そんな時に即座に準備しチームを支えるのがリザーブドライバー。つまり常に戦闘態勢を維持しながら影の守護者として待機しているのです。さらに重要なのはその準備の徹底ぶりです。リザーブドライバーは正規ドライバーと同じようにシート合わせを行い、体格に合わせたコックピット調整を済ませています。また最新のマシン特性や戦略を理解するためにチームのブリーフィングやシミュレーター走行にも参加。いつ呼ばれても即座に走れるよう体力管理や反応速度のトレーニングも欠かしません。言い換えれば彼らは出番が来ないかもしれない試合に備え続ける存在。しかしその存在があるからこそチームは安心してシーズンを戦えるのです。テストドライバー編。一方テストドライバーはマシン開発の最前線に立つ役割。シミュレーターでの走行データ収集、空力やタイヤのテスト、そして新しいパーツの評価。彼らのフィードバックがシーズンのマシンを速く、そして安全にするための基盤となります。角田選手は培ったレース経験と鋭い感覚を生かしチームの未来を形作るサポートを担うのです。さらに重要なのはその仕事が目に見えない成果を積み重ねることです。テストドライバーはレース週末には表舞台に立たないことも多いですが、シーズンを通じて膨大な走行データを蓄積しエンジニアと共に解析を行います。例えばタイヤの摩耗具合や燃費効率、空力の微妙な変化を感じ取り、数字では表せないドライバーの感覚をチームに伝えるのです。言い換えればテストドライバーは研究者であり開発者。彼らの一言が次のレースでのコンマ数秒の差につながりシーズン全体の競争力を左右します。角田選手が担うこの役割は単なる裏方ではなく未来の勝利を築くための影の設計者なのです。リザーブとしていつでも走れる準備を整え、テストドライバーとしてチームの進化を支える。角田裕樹選手の新しい役割は表舞台に立つドライバーを支える縁の下の力持ちであり、同時に未来の勝利を築くための開発の要でもあります。さらに言えばこの役割はチームの安心と未来の武器を同時に担うものです。リザーブとしての存在は予期せぬ事態に備える保険であり、チームがシーズンを戦い抜くための安全網。そしてテストドライバーとしての活動は翌年のマシンを進化させるための基盤であり、勝利への投資でもあります。角田選手がこの2つを兼任することでレッドブルは現在の安定と未来の成長を同時に手にするのです。ファンにとってもそれは彼が新しい形でチームを支え続ける証。2026年、角田裕樹選手は表舞台から一歩引きながらも確実にレッドブルの勝利の歴史に刻まれる存在となるでしょう。レースで輝く瞬間だけが F1 ではありません。その裏で支える人々の努力が勝利を生み出すのです。角田裕樹選手の新しい挑戦、それは影からチームを支えるもう一つの戦いです。 F1 はドライバー一人の力で成り立つものではありません。エンジニア、メカニック、戦略担当、そしてリザーブやテストドライバー、数えきれないほどの人々の知恵と努力が積み重なり初めて勝利の瞬間が生まれます。角田選手が担う新しい役割は表舞台から一歩引いたように見えるかもしれません。しかしその仕事は確実にチームの未来を形作り次の勝利を呼び込む力となります。ファンにとってもそれは走る姿だけではなく支える姿からも彼の挑戦を感じ取れるということ。2026年、角田裕樹選手は新しい戦い方でレッドブルの物語に刻まれていくのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。